ヨンジーの中国ライフ。皆様こんにちは、ヨンジーと申します。いつも動画のご視聴いただきましてありがとうございます。本日の動画では我々旅行者が中国に行った時に中国から快適にインターネットをする方法について徹底的に解説させていただきたいと思っております。最近視聴者の方からですね、中国のインターネット規制について詳しく教えてほしい。特にですね、外でスマホで Google や LINE などを使いたい場合はどうすればいいのかというようなご質問をいただきましたので、こちらについて本日は解説させていただきたいと思っております。で、インターネット規制という言葉がまず最初に出てきましたけれども、これについて簡単に説明させていただきますと、中国のインターネット事情は日本と少し異なります。どの点で異なるかと言いますと、中国国内からは通常 Google 系のサービス、LINE や Facebook、X、そして YouTube などですね、こういったサービスが軒並み利用することができません。これをインターネット規制というふうに呼んでおります。ただ、我々旅行者が中国に行った時に今言ったようなサービスをですね、どうしても利用したいという時があると思います。そのような時はですね、インターネット規制を回避する必要があるんですけれども、その回避する方法というのがいくつかございます。本日はそのいくつかの中から3つの方法をご紹介させていただきたいと思っております。まず最初に1つ目の方法は海外ローミングです。こちらは国際ローミングというふうに呼ばれることもあるんですけれども、どちらも同じ意味になります。どういうものかと言いますと、日本国内の通信事業者をそのまま海外で利用できるという仕組みになっております。海外ローミングに対応している通信事業者であればですね、中国に到着後、スマホのデータローミングというものをオンにするだけで、中国国内でモバイル通信、インターネットに接続することができます。で、この海外ローミングの良い点というのがですね、通常海外ローミングで中国からインターネットに接続している場合、インターネット規制を回避して YouTube だったり Google だったり LINE だったり、こういったサービスが利用できるような仕組みになっています。ですので余計な手続き不要で、今お持ちのスマートフォン、そして契約している回線をそのまま中国に持って行ってですね、スマホの海外ローミングをオンにするだけでネット規制を回避して、YouTube だったり Google だったり LINE だったり使えるようになりますので、非常に楽かなと思います。で、こちらの海外ローミングですけれども、ドコモ、au、ソフトバンクはじめ日本国内のほとんどの通信事業者で利用することができるようになっておりますが、一点注意点としましては、海外ローミングは海外でインターネットをするというようなものになりますので、別料金になったりですね、非常に高額となる可能性がありますので、ご自身がお使いの通信事業者の場合、だいたい費用がいくらになるかとかですね、そういったことは個別にお調べになっていただければと思っております。また例えばですね、アハモや楽天モバイルといった海外での利用が非常にお得にできるという通信事業者もありますので、こちらについても一度お調べになってみていただければと思っております。次に2つ目の方法はプリペイド SIM カードです。こちらですね、実は私折に触れていろいろな動画内でご紹介させていただいているものになります。 Amazon で中国 SIM チャイナユニコムと検索するといろいろなものが出てくるんですけれども、例えばこの SIM ですけれども、中国本土31省とマカオ30日間使えますとかですね、いろいろ書いてあって、商品の説明を見ますと Google マップ、Facebook、Twitter、Instagram、LINE に接続可能ですというふうに書いてあります。で、この SIM カードを使えば中国国内からでもインターネット規制されているサービスを利用することができるようになるので、こういった SIM いくつか Amazon で売ってますので、事前に購入しておいて、中国に着きましたら SIM カードを差し替えればもうすぐに使えるようになりますので、こちらも便利かなと思っております。最後に3つ目の方法は eSender の eSIM というのがあります。そもそもこの eSender というのが聞きなじみがない方も多くいらっしゃるかと思いますが、以前にこちらの動画でご紹介させていただいたんですけれども、eSender というのは日本にいながらにして中国の電話番号を取得したりですね、また中国のインターネット規制を回避できる eSIM の販売をしているサービスになります。で、今回ですね、この eSender の eSIM というのがですね、
トリップ .com 上で手軽に購入できるようになりましたので、今までよりも非常に便利に利用できるようになったということで、これについて詳しく解説させていただければと思っております。で、eSIM に関しては eSIM が使用できるスマートフォンであれば手軽に利用できるので非常におすすめです。ではこれからですね、実際にトリップ .com で e センダーの eSIM を購入して、それをスマートフォンで有効化して中国国内からインターネット規制を回避して問題なくインターネットができているのかというところを解説させていただければと思います。それではまずはトリップ .com 上の eSIM の販売ページに飛びます。こちらの URL につきましては概要欄に記載しておりますので、そちらからアクセスしてください。そうしますとこのような画面が表示されます。いろいろ書いてありますけれども、一番重要なのはこの真ん中のところですね。まず最初にやることは日を選択してくださいと書いてあります。これはご自身の中国渡航の日程に合わせて選択してください。選択肢としては1日、3日、5日、7日、30日のこの5つの選択肢から選ぶことができます。試しに3日を見てみましょう。そうしますと次にパッケージ内容を選択してくださいというのが出てきて、2つ選択できるようになっています。で、1つが 5G で毎日 2GB っていうものですね。これを押してみましょう。詳細を見てみますと、こちらは毎日ですね、2GB までは高速で使えて、その後は 384KB に速度が低下しますと書いてあります。そして翌日再開します。ですので毎日ですね、例えば3日間を選んだ場合は3日間毎日 2GB までは高速で使えます。で 2GB 使いますとその後は使えなくなるというわけではなくて、速度が 384km に低下するけれども使うことはできて、翌日になるとまたこの 2GB 毎日高速で使えるようになりますよというようなパッケージになっております。もう一つ選択できるものがありますね。こちらは今ご説明した毎日 2GB プラス3日間合計10分の市内通話という電話番号付きのものになります。でこちらの電話番号については中国の電話番号ではなく香港の電話番号になります。それでは実際に eSIM を購入してみたいと思います。今回はまず期間ですけれども3日間にしてみます。そしてパッケージですけれどもこちらですね。毎日 2GB で3日間合計10分の市内通話、つまり電話番号付きのものですね。こちらを今回は購入してみたいと思います。ではこちらですね、押しまして金額が1259円ですね。購入しますので今すぐ予約というこの青いボタンを押します。そうしますと確認の画面が出てきます。連絡先情報というところにご自身のお名前とメールアドレス、そして電話番号が入っていることを確認してください。今回電話番号まだ入っていませんので今から入力していきます。日本なのでこの日本というのを選びます。最初にプラスの81がついてますので電話番号の最初の0は取ります。例えば080から始まる番号の場合は80から入力していきます。入力が完了しましたら右側の支払うのオレンジのボタンを押します。はい、クレジットカード、デビットカードもしくは PayPay で支払えるというふうに書いてますので、ご自身がお好きな方法で支払いに進んでもらえればと思います。今回私はクレジットカードで支払いを進めたいと思います。はい、支払いが完了して予約を送信しましたという表示が出てきました。で、この右下の予約詳細を表示をします。はい、そうしますと予約完了というこのようなページが表示されます。これで eSIM の購入が完了したということになります。次に購入した eSIM をスマートフォンで有効化する方法ですけれども、この画面の下に行きます。そうしますとここにですね、電子チケットというのがありますので、これを開きます。そうしますといろいろ書いてあるんですけれども、ここに QR コードがあるのがわかると思います。この QR コードを使って eSIM を有効化していきます。eSIM を有効化する際の注意点が一つございます。eSIM はインターネットに接続されていないと有効化することができません。有効化する際はインターネット接続ができている状態を確保して有効化を進めてください。
ですので、中国に渡航される前ですね、日本にいる時に、例えばご自宅の Wi-Fi にスマートフォンを接続した状態で eSIM を有効化するとかですね、そういうやり方で eSIM を有効化されると非常にやりやすいかなと思います。はい、それでは実際に eSIM を有効化していきます。eSIM の有効化の仕方はですね、お使いのスマートフォンによって多少異なる部分はあるかと思いますが、大体流れは同じかなと思います。まずはスマートフォン上で eSIM を有効化します。そして eSIM の追加というのがありますので、これを押します。ネットワーク情報を確認中と出てますね。はい。では先ほどですね、trip.com で購入した eSIM の QR コードをスキャンします。はい。スキャンが完了しました。MB の eSIM というのが出ています。MB の eSIM というのが先ほど購入した eSIM になりますね。で、これを設定とします。はい。で、あとはこの先ほど追加した eSIM を有効にします。で、再度ですね、この eSIM を開いて、データローミングというところがありますので、ここをオンにしてください。そうしますと、中国国内からインターネット規制を回避して、インターネットができるようになります。今、画面見ていただきますと、4G の回線につながっているということがわかります。trip.com 上では 5G というふうに書いてあったんで、あれ 5G じゃないのかというふうに思われるかもしれませんが、今私が住んでいる場所がですね、5G の電波があんまり入ってこない地域なので、仕方なしに 4G の電波を拾っているっていう状態になると思います。もうちょっと中心地の方に行けば 5G 拾うと思うんですが、ちょっと私が住んでいる場所の環境が悪いので、今は 4G につながってしまっているっていう状態になっております。では、本当にインターネット規制回避できているのかと、YouTube や LINE ですね、こういったサービス使えるのかというところを見ていきたいと思います。では、例えば YouTube 見てみましょう。はい、問題ないですね。ちゃんとロードがされていて、このように動画も見ることができるようになっております。はい、皆さんこんにちは。4G と申します。では次に LINE を見てみましょう。今 LINE のニュース開いておりますけれども、こんな感じで問題なく見れてますね。はい、ということでインターネット規制回避して問題なくインターネットができているというところをご覧いただいていると思います。で、ついでにですね、インターネット規制がかかっている場合ですね、どういう風になるのかっていうのも見たいという方いらっしゃるかもしれませんので、今、先ほど購入したインターネット規制を回避できる eSIM を使ってますけれども、一旦私が普段使っている中国の SIM に戻します。そうするとインターネット規制かかりますので、実際 YouTube や LINE がどういう風になるのかっていうのをご覧いただければと思います。はい。で、今ですね、eSIM をオフにして中国の SIM をオンにしました。ではこの状態で YouTube と LINE 見てみましょう。ではまず YouTube 開いてみます。はい。先ほどと全く異なりますね。こんな感じで読み込みが一切されなくなっちゃうんですね。これがインターネット規制です。この状態が一生続きます。何をやってもダメですね。接続ができません。次に LINE も見てみましょう。今 LINE のニュース開いておりますけれども、はい、ご覧の通り読み込み中のマークが出ていて何にも表示されません。これがインターネット規制がかかっている状態ですね。通常中国からは、LINE、YouTube、あとは Google とかですね、こういったものを利用できませんので、はい、何にも表示されません。ここはなんか表示されてますけど、画像が出てませんね。これを見ても何にも表示されませんね。これがインターネット規制です。ではまたですね、先ほど購入した eSIM に戻してみたいと思います。はい、今、先ほど購入した eSender の eSIM に戻しました。では再度、YouTube と LINE を見てみたいと思います。まず YouTube ですね。はい、全く問題ありませんね。さっきと同じようにちゃんと読み込みができております。そして LINE を見てみます。はい、先ほど全く何も表示されてなかったここ、ちゃんと表示されるようになってますね。
読み込みも問題なくできてます。ニュースも見てみます。はい、ニュースもちゃんと読み込みがされましたね。全く問題ありませんね。はい。これがインターネット規制を回避しているという状態になります。はい。で、私ですね、先ほど電話番号付きの eSIM を購入しました。で、この電話番号というのは香港の電話番号になりますというお話もちょっとさせていただいたと思うんですけれども、この香港の電話番号を何に使うのかということをちょっとこれからお話しさせていただきたいと思います。まず前提としまして、中国のアプリでしたりサービスっていうのはですね、それらを利用する際に電話番号認証が必要になる時があります。で、この電話番号認証に使える電話番号というのが中国国内の電話番号じゃないと受け付けられないということがたまにあります。最近ですと外国人にすごく優しくなってきていて、いろいろなアプリやサービスで日本の携帯電話の番号でも電話番号認証ができて利用ができるっていうことも増えてきたんですけれども、それでもまだですね、中国の電話番号がないと電話番号認証ができなくてアプリやサービスが利用できないということがあります。で、そういう時にですね、もちろん中国の電話番号を持っていればその電話番号を使って電話番号認証すればいいんですけれども、実はですね、香港の電話番号でも電話番号認証できることがほとんどです。ですので、今回購入したこの電話番号付きの eSIM についてくる香港の電話番号を使えば、中国の電話番号じゃないと電話番号認証ができなくてサービスやアプリの利用ができないという状況を解決することができますので、非常に便利です。で、まずですね、この電話番号付きの eSIM ですけれども、電話番号はどこにあるのかということなんですけれども、 eSIM を有効化した際にショートメッセージが届きます。で、そのショートメッセージの中に電話番号が記載されています。はい、今実際にそのショートメッセージをお見せしておりますけれども、ここにモバイルナンバー、そして数字で10分間無料通話できますということが書いてあります。このモバイルナンバー8桁の数字がここにありますけれども、これが香港の電話番号になります。で、この8桁が今回利用できる香港の電話番号になりますので、どこかに記録しておいてください。今から実際に中国の電話番号がないと利用ができないというサービスを今回取得した香港の電話番号で利用するというところをやりたいと思います。いくつかあるんですけれども、代表的なので言いますと、こちら、この黄色いマークの Meituan というアプリです。はい、このアプリですね、どういうアプリかと言いますと、フードデリバリーのアプリです。日本でいうところの Uber Eats みたいな、そういったアプリになってます。このフードデリバリーの Meituan というアプリですけれども、この会員登録自体は日本の電話番号でもできます。ただし、ちょっとトラップがありまして、実際にお見せした方が分かりやすいと思いますので、じゃあなんか適当な商品を注文したいと思います。今、適当な商品を注文するふりをしてます。はい。で、今ですね、適当な食べ物をカートに入れまして、注文の最終確認の画面が出ています。で、ここで当然ですけれども、配達先の情報を入力しないといけません。はい。今、住所と名前適当に入れたんですけれども、一番下に電話番号を入力するところがあります。ここがですね、ご覧ください。中国大陸、中国香港、中国マカオ、そして中国台湾。この4つの地域の電話番号しか入力できないんですね。なので、会員登録は日本の電話番号にできるんですが、注文するときに注文の配達先のところですね。ここはこの4つの地域の電話番号しか登録できないので、ここではまってしまうっていう状況が発生します。これ電話番号なしでいけないのかって言いますと、いけないんですね。こんな形で。電話番号を入力してくださいと出てくるので、電話番号なしでは先に進めないんですね。ただご安心ください。ここ中国、香港がありますので、電話番号付きの eSIM であれば香港の電話番号がもらえますので、その電話番号を入力すれば先に進めますし、当然このフードデリバリーアプリを使って食べ物や飲み物の注文ができます。このような形でですね、いくつかのアプリ、サービスで日本の電話番号が受け付けられない。で、中国とか香港、台湾とかこの辺の電話番号であれば受け付けられるっていうサービス、アプリがよくありますので、そういう時にはこの電話番号付きの eSIM で取得できる香港の電話番号を使えば突破できますので、そういったアプリをご利用される方は電話番号付きの eSIM を購入されるといいかなと思います。で、こちらですね、1点注意事項がございます。今回ですね、この取得した香港の電話番号というのは eSIM の有効期限が切れた瞬間に使えなくなります。
ですので使い捨てになります。なのでもし中国で使える固定の電話番号を長期間保有しておきたいという方に関しましては、以前こちらの動画でそのやり方をご説明しております。これも e センダーが提供しているサービスなんですけれども、固定の番号がずっと欲しいという方に関しましてはこちらの動画をご参照いただければと思います。はい、以上ですね。3つの方法。1つ目が海外ローミング、2つ目がプリペイド SIM カード、3つ目が e センダーの eSIM ですね。これら3つをご紹介させていただきました。本日の動画が皆様のご参考になりましたら幸いです。ご質問やご意見などございましたらお気軽にコメント欄までお願いいたします。すべてのご質問には回答させていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。